ラックが入って切れ味が落ちた本焼き鉄砂包丁がピカピカの鏡面包丁になってマジでヤバすぎる切れ味に。専門店山根正弘店長です。今回の依頼はこちらの包丁、鉄砂包丁、本焼きの鉄砂包丁の修理依頼です。それでは作業に入っていきましょう。まずは作業前の状態を確認します。錆もなくいい状態なんですが、ヒラの部分が長年の使用によりくすんで曇っていて本来の輝きを失っています。このヒラの部分は磨いてピカピカの鏡面にしていきます。裏面ですが錆もなく、見た感じはちゃんと裏押しもあるので軽い磨きだけにします。刃の方ですがちゃんと高粒子の仕上げ砥石で研いだ感じになっており、ピカピカの切り刃になってます。コバはついていない状態です。細かい欠けがところどころある状態。一番気になるのは刃の真ん中あたりにある縦に入ったクラックです。このクラックをどこまで引っかかりのない状態に仕上げられるかが今回のポイント。持ち柄の方は島黒炭と、これも高級な持ち柄になっています。縦に大きなひびが入ってます。このひびのあたりが盛り上がっているので削って平らにして、少し丸くなっている面を出してオイルを塗って保湿して、これ以上割れないようにメンテナンスしていきます。最後に切れ味なんですが、刃がところどころ欠けているのでやはり引っかかりがあります。こちらも研いで刃を付け直します。まずは最初の作業は鏡面にするための磨き作業です。最初はディスクグラインダーにフェルトのバフをつけて、粒子の粗い固形研磨剤赤刃をつけて磨いて下地を作ります。この段階で錆や細かい擦り傷をきれいに取っておきます。この赤棒の作業できれいにならすと仕上がりが違うんですよね。この赤棒で表のヒラの部分を磨いたら、包丁の背の部分の峰を磨き、錆や傷をきれいにして、裏の部分の裏すきもこの赤棒できれいに磨きます。裏すきの磨きがピカピカの表面にすると手が滑って研ぎにくくなるので、基本的にはこの赤棒での磨きまでにします。ご依頼があれば両面鏡面にいたします。赤棒で磨きました。新品の包丁ぐらいの状態になりました。続いて中砥石ぐらいの粒子の固形研磨剤白棒で磨きになります。先ほどの赤棒では裏と表を磨いたんですが、この白棒は表のヒラだけの磨きの作業になります。先ほどの赤棒で鳴らして細かい傷を取ったので、この白棒では磨く作業になります。白棒で磨きました。白棒だけでも結構ピカピカになるんですが、さらに磨き作業は続きます。最後の磨き作業は仕上げ砥石相当の粒子と言われる固形研磨剤青棒で磨いて表面に仕上げていきます。赤棒、白棒、そして青棒で磨きといった流れになりますね。青棒で磨き表面にしていきます。青棒で磨きました。これで磨き作業終了です。ここから研ぎ作業になります。まずは一般的な砥石キングの旋盤中砥石で研いでコバをつけていき、刃の欠けを取る作業。クラックが入っているのでその部分が欠けないように注意しながら欠けを取っていきます。コバをつけて刃の欠けを直しました。次はシャプトンロックスター500番での研ぎになります。切り刃を研いでコバを薄くするのと、砥石が当たるところと当たらないところがあるので慣らしていく作業です。研ぎの作業はこの粗砥石での作業が一番重要。この作業できっちりと切り刃を鳴らしてコバを薄めていかないと仕上がりに影響するので、しっかり研いでください。ロックスター500番なんですが、よく削れる割には研ぎ傷が浅くて砥石の変形も少ないので、粗砥石の中ではおすすめしたい砥石の一つです。刃の黒幕もいいんですが、あっちの方は研磨力が高そうな感じの研ぎ心地なんですが、結構変形して減りも早かったイメージ。私はロックスター500番を粗砥石におすすめしますよ。ロックスター500番で研ぎ上げました。切り刃全体に砥石が当たってますよ。続いて先ほど小刃付けで登場した一般的な砥石といえば、この砥石キング旋盤だと私は思います。研いだ時のシャカシャカした音がいいんですよね。シャプトンのロックスターや刃の黒幕の旋盤ではないこの感じが好きで、なんだかんだとこのキングの旋盤を愛用してます。この砥石の研ぎも小刃や裏を研がないで切り刃の部分だけ研いで、切り刃をこのキング旋盤の研ぎ傷にしながら小刃を薄めていきます。キングの中砥石旋盤で研ぎ上げました。しっかりと切り刃に当たっている状態です。小刃も薄くなっています。続いてシャプトン刃の黒幕2000番での研ぎです。先ほど1000番と同じように切り刃を研いでいきますよ。切り刃の研ぎ傷を2000番になるまでしっ
かり研ぎ上げますよ。シャプトン刃の黒幕2000番で研ぎ上げました。ここからキング S1 仕上げ砥石6000番。この仕上げ砥石も同じように切り刃をしっかり研ぎます。キング S1 仕上げ砥石で研ぎ上げました。この仕上げ砥石から面直しをして面を平らにしたら包丁の裏を研いで裏押しを研ぎます。裏押しの研ぎは最小限でキング S1 仕上げ砥石6000番で研ぎ上げました。最後の研ぎはシャプトン刃の黒幕8000番です。柳包丁鉄砂包丁はシャープな切れ味が欲しいので8000番で最終的に仕上げていきます。ピカピカに仕上がってかっこよくなるし切れ味も良くなりますからね。シャプトン刃の黒幕8000番で切れ刃を研ぎました。面直しをして裏押しを研いだら再び面直しをして最後の仕上げとして本焼き包丁は非常に硬く粘りがないので非常にかけやすい包丁でクラックも入っているので小刃付けしていきます。本焼き包丁はベタ研ぎだけだと本当に刃先がチリチリになってかけるので小刃付けをおすすめします。バリ返りを取るのに裏押しを軽く研いだら包丁の研ぎ作業終了です。小刃をつけて仕上げています。最後に革砥石で刃先の細かいバリを取って刃の研ぎ作業は終了。革砥石を使うとほんと切れ味が変わるんでおすすめアイテムです。一番最初に磨き作業でピカピカにしたんですがさらにピカピカにするために磨き作業をしますよ。ディスクグラインダーだとパワーがありすぎるので仕上げ磨きはパワーの弱いミニルーターにバフをつけて固形研磨剤青棒をつけて磨きますよ。このパワーのない感じが仕上げの磨きにちょうどいいんです。平の部分はもちろん刃に当たらないように切り刃の部分も磨いてピカピカに仕上げていきます。平も刃もピカピカの鏡面包丁にミニルーターで磨きました。ピカピカですよ。最後の仕上げはやっぱり手で磨いて仕上げます。パワーの弱いミニルーターでも磨き傷が残るので手磨きで磨いてさらに綺麗に仕上げます。鏡面職人は包丁専用コンパウンドなので匂いもなく安心して仕上げ磨きに使える包丁用コンパウンドですよ。裏も鏡面職人で磨きます。鏡面職人で磨きました。ピカピカに仕上がりましたよ。今回は本焼きの鉄砂包丁を刃の掛けの修理と表面仕上げにしました。少しくすんだ平と切り刃を磨き上げることによりまあなんてことでしょう。こんなにピカピカの鏡面包丁に生まれ変わりました。裏すきも切り刃を研いで調整したので裏押しが薄くなり理想的な裏押しに。刃にあった細かい掛けとクラック部分にあった大きな掛けも研ぎ直すことにより刃の掛けを修理して磨き上げたのでピカピカの切れ刃に。島黒炭の木絵も少しくたびれていたのでヤスリで削って面出しをして削り直しオイルで保湿することにより黒光りしたしっとりとした木絵に復活しました。木絵が綺麗だと包丁全体が綺麗に見えますよね。見た目に木絵は重要です。刃は切れるものの刃の掛けがあり引っかかりがありましたが刃を研いで付け直すことによりこんなにスーッと切れる包丁になりました。やっぱり本焼きの包丁は切れ味がやばいですね。よく切れます。今回はこちらの鉄砂包丁の方を表面加工して刃の掛けを直しました。食器専門店山根では包丁の修理や加工研ぎなどもやっております。広島で包丁のことなら食器専門店山根まで。正弘店長でした。